皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はこちら、新しく発売されたカブト防具のヘラクレスオオカブトとマンディブラリス二股クワガタで遊んでいきたいと思います。それでは早速遊んでいきましょう。行きましょう。では新しく登場したカブト防具の簡単な説明をします。まずはこちらがヘラクレスオオカブト。この長くて大きい角が特徴のカブト防具です。タイヤは全て S タイヤになっております。リアパーツはホライズンです。そしてこちらがマンディブラリス二股クワガタで合ってると思う。リアパーツはバーチカル。タイヤは全部 L タイヤ、ゴリゴリに前に進むって感じ。今までのクワガタが結構ね、相手をすくい上げる形だったことに対して、こいつはなんかもう押し込むって感じの形をしてるので、今までのね、カブト防具とはまた違うバトルが見られるんじゃないかなと思っております。それでは私の水渡がヘラクレスオオカブトを使います。そして、対戦相手つぶやきさん太郎がマンディブラリス二股クワガタを使います。それでは行きましょう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。さあ、どう？ドローかな。同時じゃない？同時ですね。やっぱり結構マンディブラリス押すって感じが、うん、そうだね。ではもう一戦いきますか。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。挟まった。どうだ？どこだ？これは、いや、押し込め。おお、ナイス。ドロップだったかな。こっちが先に落ちてしまったのでヘラクレスの負け。いや、本当にマンディブラリスなんか相手を絡め取ってゴリゴリ押すって感じだね。それではまだまだやっていきましょう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。ヘラクレスのいいとこ見た。かっけえ。大技だ。この長い角で相手を持ち上げてたね。強かった。かっこいいな。ヘラクレスもマンディブラリスもなんかお互い得意な戦い方があるね。じゃあ今までのカブト防具とも対戦してみましょう。ではつぶやきさん太郎がヘラクレスオオカブト、そしてアッシュ君がカブトムシヤマトカブト。それでは行きましょう。いくぜ。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。よし。どうだ。耐えてるぜ。いけ。どっち？カブトがヤマトカブトが先に落ちたかな。ナイス。ヘラクレスの勝ち。まだまだ行きましょう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。今だ。さあまた同じどうだ。ヤマトカブトが先に落ちたのでヘラクレスの勝利。上に乗ると先に相手がつくから強いね。続いてアッシュはマンティブラリス二股クワガタを使っていきたいと思います。つぶやきさん太郎はアトラスを使っていきます。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。押し込め。うわ今の見た？ひっくり返された。マンディブラリスが角で相手を挟み込んでそのまま押し倒した。超いい勝ち方じゃん。めちゃめちゃかっこよかったよ。かっこいいぜ。これがマンディブラリス。いやー、これはありぞ。でかい顎であんなふうに挟み込むのめちゃくちゃかっこいいじゃん。まあ、まだね一戦だけでそんな勝ちを誇ってもらっても困るかな。こっからアトラスが逆転していくんで付き合ってやるよ。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。いけ。アトラスの角で横になんていうんだろう、取らされてアトラスの勝利。ダメだ、まっすぐ行かないと勝てないわ。勝ち筋が斜めに入れそう、る斜めはね、弱いこっち。ではノンビスがミヤマクワガタでマンディブラリスに挑戦します。それではいきますよ。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。さあ相手にスタート。いや取ったが位置が良くなかった。決まったぜ。潜り込むと戦い方は良かったんだけどね。それではもう一戦いきましょう。行きましょう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1、ボールイン。いけ。よし。これはまずい。いけ。パワーで押し出された。いやマンディブラリスは結構強い感じがするね。俺こ
この子気に入ったよ。多分来月ぐらいに単品で出るんじゃないかな。今はセットしかないけど。ではギラさんの動きにクワガタでも挑戦します。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。いけ。あーまずい。いやこれどっち？いやギラファが先に倒れた。背中を先についたのはギラファ。いやでもなんかかっけえな。すごい戦いだった。本当になんかすごい昆虫感がめっちゃある。これめっちゃ面白いんだよな。ね、夏休みにぴったりじゃないか。確かに。もう一戦やろう。もう一戦やろう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。いけ。いやーおー、きた。なんか必勝パターンみたいなのあるな。ちょっとね、扱いやすくなってきたよ。結構顎に乗っちゃうね。こいつがね、ちゃんとね、持ち上げてくれる。そう滑り台みたいになっちゃってるね。それは結構気にかかるとこ。いい形状してるね。ちょっとでは前回の動画とかでも結構活躍していたと思うヤマトカブトにアトラスの頭角をつけたもの、これでマンディブラリスに挑戦します。それではいきますよ。ビクトリーチャージ。はい。4、3、2、1。防具イン。あーまだもうない。おー、強い。いやマンディブラリス強いな。必勝パターンが見えてきた。かなり強いカブト防具な気がしてきたね。マンディブラリス二股クワガタ。声出したい日本語。マンディブラリス二股クワガタ。せっかくなんでヘラクレスにもアトラスの角つけてみました。これでどうなるか。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。いやー強いよ。マンディブラリス強い。よっしゃいやー強いよ。なんかあいつどうやって倒そうか。解決策作戦会議するか。いろいろ試してみよう。アトラスにヘラクレスの頭角やってみます。ビクトビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。おナイス。今回はこっちの勝利。あれだね、顎に乗っちゃったり顎に引っかかるよりも先に相手の本体に攻撃が届けば、このヘラクレスの角みたいな届けば強いね。ワンチャンあるかもしれない。できる限りまっすぐ正面に当てれば。そうだね。ちょっとずれちゃうと角にハサミ。そう、顎に顎になっちゃうから。そうだね。もう一戦やろう。もう一戦行こう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。いやちょっと斜めだ。いけ。ちょっと斜めるとダメだな。もう一戦このまま行きましょう。それでは行きましょう。行きましょう。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。まずい。いやおお、それでも勝つんか。真ん中でもダメなんだ。挟まれる。一瞬ダメかなと思ったけど勝てました。マンディブラリス強くないかちょっと。マンディブラリス二股クワガタ強いな。じゃあヤマトカブトにヘラクレスの頭角。ビクトリービクチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。ステー。これどっち？これはカブトの方かな。カブト。一瞬カブトの方が勝ってた気がする。なるほど。じゃあもう一戦いきますか。行きましょう。ビクビクトリトリーーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。これどうだ。よし。いやーダメか。真ん中行ったんだけどな。必勝だぜ。でもこれまだ1勝1敗だから、この組み合わせは。そうね。さあ C を決しましょうか。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。つえマンディブラリス強え。クワガタよ。ヘラクレスあんまり今のところいいとこ見せれないのよね。デフォのヘラクレス使って俺戦っていい？いいよ。今度はつぶやき三太郎がヘラクレスを使っていきます。のみずは深山。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。お、どうだどうだどうだ。あった。うわー、最後。先にヘラクレス落ちた。若干ヘラクレス若干こっち先に落ちたんじゃないかな。落ちた。あ、まだまだ。まだまだよ。こっからよ、こっから。ビクトリーチャージ。5、4、3、2、1。防具イン。さあ下もできたよ。いや、これはこっちじゃない？先にね、こっちが深山が落ちたね。
これで1対1。これ角持って起きやすいかもしれないチャージがいいじゃん。角で防具いいね。ボブインがいいね。ちょっとダサいけどやりやすいかも。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。おナイスよいしょいやー、完全に角で当てられてしまった。いいね。いや、ヘラクレスも強いね。さすがヘラクレスの名を冠するカブト道具じゃないか。では、今度は野水はギャフのコギリクワガタいきます。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。いいよ。あー、持ち上げるとこまではいい感じだったけど、今回はギラファの方が上手だったね。どうなんだろう、ヘラクレスも正面よりちょっと斜めにした方がいいかな。なるほちょど。っと試してみるか。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。あ、やばい。上から押さえつけて、ギラファの勝利。もう一戦ぐらいやっていきますか。行こう。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。いいよ。いや、これはどうすか。あ一瞬こっちのが。早かったね。いやー、これはギラファの勝利。いや、でもマジで今のところマンディブラリスめちゃめちゃ強いなって感じだね。では、ちょめまるがこちらのカスタマイズでやっていきたいと思います。ヘラクレスにアトラスの頭角。対する足は相変わらず玉田桑田で行くぜ。こいつをどう倒すかなんだよな。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。いいよ。いいよ。これ。いやこの動き強いんだよな。マンディブラリス二股クワガタ強。強いぜ。では、つぶやきさん太郎がマンディブラリス二股クワガタを使っていきます。ちょめまるがギラハノコギリクワガタを使っていきます。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。いいよ。立ち上がっても強い。いや、上がりやっても強い。顎の形状が優秀すぎる。押し出しても強いし、下に潜り込んでも強い。では今度は野水がマンディブラリス二股クワガタの強さを体現します。そしてちょめまるがミヤマクワガタを使っていきます。ビクトリーチャージ5、4、3、2、1防具イン。お、これはいやあー、ミヤマクワガタの勝利。一瞬乗り越えるかと思った。ね、やったぜ。あれだね、相手の下に潜り込むっていうのがこのマンディブラリスと対決するときは必要かもしれないね。なるほど。この状態になった時にマンディブラリスがめちゃめちゃ強いところがなさそうさすがに。でもこの状態になりづらいんだよね、そそうなんだの顎の形状的に。こいつがね、そうそうそう。先に入られちゃうんだよね。そこをうまく相手の下に潜り込むようなカスタマイズがもうこの顎に当たる前にこの本体に当てて倒すかのどっちかかな、うんなんともマンディブラリス対策として重要そうなのは。いやでもマジでこいつだけ異様に強いね。はい、ということで今回はヘラクレスオオカブトとマンディブラリス二股クワガタで対戦していきました。他のカブト防具も使って対戦していきました。いかがだったでしょうか。マンディブラリス二股クワガタが強いほんともうそれに限るね。ね、こんなに強いとは思ってなかったな。どっちかっていうとやっぱヘラクレスの方がね知名度も高い感じがして、ちょっとねファンの人には失礼かもしれないんですけど、私はマンディブラリス二股クワガタは初耳だったので、でももう覚えたねもう覚えたね。俺はもうマンディブラリス二股クワガタね。そいやー、これやっぱ形状が優秀だね。ほんと強かったな。顎はね、これ閉じた状態と開いた状態があるんだけど、今のところ開いた状態が強そうだなって思った。相手をここで挟み込んでも強いし、下に潜っても強いし、覆いかぶさってもある程度は戦えると思うんで、マンディブラリス二股クワガタカブト防具で、強いカブト防具が欲しいって人にはおすすめかなと思います。そしてつぶやきさん太郎とアッシュは今日初めてカブト防具触ったけどどうですか。いや、めっちゃおもろい。めっちゃおもろいよね。なんかあと動きがほんと昆虫っぽい動きするのがいいね。ね、う。同じ気持ちだったね。これは昆虫好きにはたまらんんじゃないか。こいつのね顎で相手を挟み込む動きとか、ギラファと一回ねなんかもみくちゃになったからあれすごい良かったな。ね、すごいいいバトルもして、本当にねカブト防具は遊んでるだけで面白いし、どっちかっていうとやっぱ見るよりもこれは実際やる方が面白いタイプのそうだね。ホビーかなと思います。なんでぜひね皆さん手に取って遊んでみてほしいなと思います。
なんか本当は目標があるとね、もうちょっとプレイヤーとかのモチベーション続くのかなとは思うんですけど、大会じゃないですけど、対戦関係とかあんまりない感じがするんでね、そういうのがあればもっとカスタマイズとかも膨らんだりとか、いろんな兜防具が出てくると思うので、そういうイベントが開かれればなと思っております。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。